Hello 皆さんこんにちは。ヴィーガンエリーです。今日は私がヴィーガンになった理由をお話ししたいと思います。ヴィーガンになる理由っていうのは本当に人それぞれいろいろあると思うので、私の理由をお話しすることに意味があるのかなと思ってずっとこのビデオは作ってこなかったんですけれども、結構理由が聞きたいっていうリクエストが多かったのと、あと最近日本でもヴィーガニズムに興味を持つ方がどんどん増えてきてると思うので、そういう方たちに何かの気づきとかきっかけになればいいかなと思ってこの動画を撮ることにしました。ヴィーガンになってから今年で4年目です。ただきっかけになった出来事はもう5年半前ぐらいのことになります。もともと私は本当にお肉を食べるのが大好きだったし、チーズを食べるのも大好きだったし、クリームとかがたっぷりついたケーキとかスイーツとかそういうのも大好きで、全く自分がヴィーガンになるとは思ってもいませんでした。そんな私がお肉を食べることへ人生で初めて疑問を持ったきっかけになったのがビーグルフリーダムプロジェクトという団体が出した一つの動画でした。その動画は動物実験用に生まれて育てられてずっと一生檻の中で過ごして実験されてきたビーグル犬たちが初めてこのビーグルフリーダムプロジェクトの団体の方々にレスキューされて、人生で初めて檻から出てきて草の上を歩くっていう動画でした。生まれてから一度も檻を出たことなかったこのビーグル犬たちが草の上をどうやって歩いていいかも最初分からずに戸惑っていた、そんな様子を見て本当に衝撃を受けました。私は子供の時、日本の実家でビーグル犬と一緒に暮らしていました。犬や猫などの動物と一緒に暮らしたことがある方は皆さんわかると思うのですが、もちろん彼ら一人一人性格も違うし、個性があるし、感情も本当に豊かだし、悲しみとか楽しさとかいろんな感情を持っているし、とっても頭がいいですよね。私が家族のように感じていたこのビーグル犬ももちろんいろんな感情があったし、頭もいいし、そして何より可愛いし、私はこの動画を見た時になんでこんなに頭が良くて可愛いビーグル犬にこんなひどいことができるんだろうって思いました。そしてこの動画をきっかけに興味を持って調べていくと、動物実験用のためだけにビーグル犬を繁殖させて出産させて、そして研究所に送り込むという、そういうビジネスがあるということを初めて知りました。本当にこういう施設で生まれたビーグル犬の赤ちゃんたちはそのまま研究所に送られて、そのまま檻の中でさまざまな実験を体にされて、使い物にならなくなったら殺されてしまいます。本当に文字通り一生の中で一回も日の光を見る機会がありません。そして調べていったところ、さまざまな動物がいろんな違う分野の実験に使われているということに気づいて、ビーグル犬の場合は例えば人間が吸うタバコの実験とか洗剤とかブリーチの実験など、そういうものに使われているということが分かりました。実際に実験をされている映像や写真も見て、無理やりタバコの煙を吸わされたりとか、ブリーチを体に入れられたりとかして皮膚病や腫瘍のようなものができてしまって弱ってしまっているビーグル犬たちの写真を見て、もう動物実験をした商品は買わないと決めました。動物実験をしていない商品のことを英語でクルエルティフリーと言います。日本語でもだんだん広まってきた言葉だと思います。私はこの事実を知った日からもうクルエルティフリーのものしか買わないと決めて、シャンプーとかボディウォッシュとか洗顔とかコスメとかブリーチ、洗剤、もう考えられるものすべてクルエルティフリーのものだけを買うようにしました。ちなみにクルエルティフリーのものはこのようなロゴがついています。ちなみに日本でもビーグル犬は動物実験に使われていて、このように実験のためだけに繁殖させられているビーグル犬の母親たちがいます。このようなビジネスがあることはなかなか知られる機会がないと思いますが、日本でも今でも起きていることです。こうしてクルエルティフリーのものしか買わない、そんな生活を始めて少しして自分の中の矛盾に気づきました。この時はまだ種差別っていう言葉の存在すら知らなかったのですが、何かモヤモヤした感情が自分の中であって、私はビーグル犬と一緒に生活したことがあるから彼らがどれだけ頭良くて可愛くて感情があるっていうのを知ってるけれども、じゃあ鳥とか牛とか豚とか彼らの体を私は食べているわけだけれども、果たして彼らには感情がないのだろうか、痛みを感じないのだろうか。私はきっと犬と暮らしたことあるから犬には感情的になってるけど、こちらの動物たち
もう一緒なんじゃないかっていう思いがもやもやと自分の中でだんだん大きくなってきたのを感じました。犬も牛も豚も鶏も一人一人生きたいっていう思いを抱いているはずだし、悲しいとか寂しいとか嬉しいとかそういう感情もあるんだし、そんな感情を持つ彼らの体を食べるのは私の今の理想的な生き方に反しているということに気づきました。牛肉とか豚肉とか鶏肉を作るために彼らがどのような状況で飼育されているのか、そして屠殺されているのか、そんな映像をいくつか見たところ、どう見ても彼らにとって理想的ではない環境で飼育されている状況を見て、屠殺の様子の映像を見た時にももう見たくない、目を背けたいと思ってしまった自分に気づいて、そんな目を背けたくなるような暴力が背景にあるお肉を食べるという行為にもう自分は加担できないなと思いました。そこでお肉を食べるのもきっぱりやめました。多分この時に家族とか友達がとても驚いていたと思います。それは私が本当にさっきも言った通り、お肉を食べるのが小さい時から大好きで、何かあればお肉を食べる、焼肉に行ったりステーキ食べたり、お昼ご飯も夕飯も何かしらお肉がないと満足できない、そんな人だったので、周りにいる近い人はとっても驚いたと思います。でも自分の中ではもうそんな暴力を目にしてしまったから、彼らの体を食べるという行為がしたくない、もう絶対二度としたくないっていうふうに思って、その意志はとても固かったです。こうしてお肉を食べることをやめて1年ぐらいお肉は食べないけど乳製品、卵、お魚はそのまま消費していました。いわゆるペスカテリアンという生き方を1年ぐらいしていたと思います。その1年間の間は自分なりにいろいろ調べ続けていたつもりだったんですけれども、今から考えるとやはり自分の好きな魚とかチーズとかそういうものを食べられなくなる生き方っていうのを多分心のどこかで恐れていて、多分その1年間はお肉を食べないだけでも十分って自分に言い聞かせていたところがあると思います。乳製品も卵も魚も絶対作られる裏側には私の知りたくない暴力が何かしらあるんだろうけれども、そこにはまだ目を向けたくないっていうわがままな自分本位な思いが1年くらいあったと思います。動物への暴力に加担したくないと思っている自分の気持ちと、その時点での自分の生き方に矛盾があるっていうのを心の中でどこか分かってはいたので、よしちゃんと向き合おうと決めて、ある日まとめて乳製品の作られ方の裏側と、卵の作られている裏側と、魚も痛みを感じるんだっていうことと、ウール、羊毛品の作られている裏側と、そういうものを全てもうまとめて一晩のうちに動画を見ました。その裏側にあった暴力に目をちゃんと向けて、自分がそこに加担してきてしまったんだっていう事実に向き合って、それを受け止めるっていうプロセスは本当に辛くて、涙が止まらない一晩だったのは覚えてます。でも一旦それをもう全部見てしまったら、もうビーガンになるしかないと強い思いが湧き上がって、その次の日からはビーガンになっていました。その時別にみんなにビーガンになりましたって宣言したわけではないんですけれども、自分の中ではもう固い意志が固まっていて、動物性のものはもう二度と買わなくなりました。そしてヴィーガンとして生活を始めて本当にもう 1,2 週間であまりにも体調もいいし、精神的にもとても心が軽くなって明るくなって楽しい生活が始まったので、ヴィーガンとしての生活ってこんなに楽しいんだよっていうことを伝えていきたくて、イギリスに住んでいるので最初は英語でインスタグラムで発信を始めました。ヴィーガンになってから結構すぐ路上でのアウトリーチの活動にも参加し始めました。私が、犬だけではなく他の動物の苦しみにも目を向けたこのプロセスが、今から考えると自分の中の種差別と呼ばれる差別の一種
と向き合ったプロセスだったんだなと思います。種差別というのはスピーシーズムといって、性差別セクシズムとか人種差別レイシズムのように動物の種によって差別することを言います。例えば人間は他の動物よりも優れているから他の動物から搾取していいっていうふうに考えるコンセプトも種差別がベースになっていますし、私の例もそうなんですけれども、人間にとって可愛い動物、犬とか猫には優しくするけれども、豚とか牛とか鳥は食べる、これも種によって差別していることになります。私にとっても最初の気づきのきっかけは犬への暴力でしたが、じゃあ牛とか鳥とか羊とか豚とか魚、彼らに対しての暴力に私は反対なのかどうなのかっていうここの矛盾に気づいた時に、私は自分の中での種差別に気づいて向き合ったんだと思います。肉を食べるのが当たり前のこの世の中でこのプロセスに向き合うのは大変なことだと思います。小さい時から親にも学校にも、そして政府にも社会にも、お肉を食べないと元気にならないよとか、牛乳を飲まないと骨が弱くなっちゃうよとか、背が伸びないよって言われてみんな育ってきたと思うので、あまりにもそれが当たり前すぎて、その当たり前に疑問を持つこと自体がとても難しいことだと思います。ただ子供の絵本を見てみると、結構登場人物が犬だったり豚だったりいろんな動物が一緒に登場してるし、豚さんや牛さんにも性格があったり名前があったりして、子供にとってはどの動物も同じだけ可愛いし、同じだけ友達なんだっていう風に思ってる子が結構多いんじゃないかなと思います。本能的にそれが大人になるにつれて、社会の当たり前にあまりにも長く浸ってしまうと、知らないうちに自分の中に種差別をするという行為が当たり前になってしまうのだと思います。私にとっても自分の中のこの差別に気づいた時に向き合うまで時間がかかりましたが、一旦向き合ってしまえば本当に自分の価値観と一致した生き方ができるようになって心が楽になりました。ここでヴィーガンになって変化したことのお話をしたいと思います。私の中ではヴィーガンになって変わった一番大きいことは精神的な変化だと思います。ここまで広く広まっているお肉を食べることが当たり前という社会の常識に初めて疑問を持って調べて、自分の中での矛盾に気づいて向き合って少数派であるヴィーガンという生き方を選んだという、その自分の決断にまず自信が持ってたっていうのがあると思います。あとはやっぱり小さい時から動物が大好きだったし、動物が大好きなのに彼らの体を食べていたっていうその矛盾に気づいて、種差別という言葉の存在にもやっと気づいて、差別をしていた生活から解放されて、暴力に加担しない、差別をしていない生活になれたことがとても心が楽になった理由だと思います。動物に優しくしたいっていう価値観と自分の生き方が初めて一致したので、自分の価値観と一致した生き方ができるってやっぱりとっても大事なんだな、自分に誠実に生きるってここまで精神的に影響があるんだなって気づきました。ヴィーガニズムに興味を持ったきっかけは、動物の搾取をしたくないという理由がきっかけでした。私は結構自分の健康に興味を持ったこともあまりないし、食に気を使ってきたこともあまりないし、健康面からヴィーガニズムに興味を持ったわけではありません。でもヴィーガンになったら、なんと自分の健康にもとってもいい影響があったので、ちょっとシェアしたいと思います。もちろん私は医学的な知識とか栄養学的な知識はプロの知識があるわけではないので、あくまでも私個人の体の変化のお話をしたいと思います。私は小さい時からずっと消化器系の特に胃の問題が多くて、小学生の頃から胃薬を飲んでたような生活をしてました。でイギリスに来てからもずっと胃の調子が良くないのが続いていて、病院に行くたびにいろんな違う診断をされて、最終的には食道の逆流症っていう風に診断されて、胃酸を抑える薬だとかをもらって、結構毎日のようにそういう薬を飲まなきゃいけないような生活が続いていました。でもちろん薬はなるべく飲みたくないから、自然に治るようにいろんなことを試してみて、
砂糖とか糖分を全く取らない生活をしばらくしてみたりとか、食べる量を減らしたりとか、ストレスをなくすようにいろんなことをしてみたりとか、いろいろ試したんですけれども全く良くなりませんでした。そんな状態が続いていたのに、ヴィーガンになったら全く胃の問題がなくなりました。本当に自分でもびっくりするぐらい、これまで子供の時から悩んでた胃の問題が解決しました。この他にも日本にいた頃、中学生の頃、初めて自己免疫系の病気の疑いがあるっていうふうに言われて、血液検査をしたところ、そういう病気の方が高い数値がかなり高くて、中学生の頃から1年に1回は血液検査をするようにと言われて、イギリスに来てからもずっと血液検査をしていました。でも自己免疫系の病気と診断されたわけではないんですけれども、ずっとそういう疑いがあるというふうに言われ続けて、ずっと何かしら体の中の炎症が起きているという数値が血液検査で出る結果になっていました。それもヴィーガンになったら血液検査が初めて全部クリアになって、炎症が起きていた数値も下がりました。なので、多分ヴィーガンになってから気づいたんですけれども、乳製品がかなり私に合っていなくて、いろんな炎症を体の中で起こしていて、胃の問題とか自己免疫系の病気が疑いがあるっていうふうに言われてしまっていた理由なんではないかなと思っています。このようにいろんな健康の問題があったから、あまり活発に体を動かすのも好きじゃなかったし、学生時代も全然体育の授業が得意じゃないし、運動するのあんまり好きじゃなかったんですけれども、ヴィーガンになったら身が軽くなって、エネルギーも増えて、何か運動したいというふうに自然に思うようになりました。そこでどんな運動してみようかなって考えたところ、あまりにもエネルギーが湧き出てくる感じがしてたので、ちょっと大変なものをやってみようと思ってトライアスロンに挑戦することにしました。学生時代から私を知っている友達はみんな信じられないっていうふうにみんなに言われたんですけれども、やってみようと思って、で初心者だったのでフルトライアスロンではなくて、3競技とも短距離でやってくれる短距離のトライアスロンにまずは挑戦してみました。そしたら2大会出たんですけれども、1つ目はなんと1位を取って、2つ目は2位を取れました。これは本当に運動が全然好きでもなかった、運動神経が悪いと思っていた私にとっては、本当自分でもびっくりする結果でした。多分ヴィーガンになっていなかったらこんなことも挑戦しなかったし、できていなかったと思います。あともう一つ起きた変化は肌の変化です。もう中学生ぐらいからずっとニキビに悩んでいて、大人になってからもこの辺にすごく大きなニキビがいっぱいできてしまっていて、それも様々な手を尽くしたんですけれども、何をしても治らなくて、それがヴィーガンになって2年目に全てなくなりました。そしてヴィーガンになってから畜産と気候変動の関係についても学びました。畜産がなんと気候危機の一番大きな理由の一つであるという事実をヴィーガンになってから知って、じゃあ人間の健康にもいいし、動物にとってもいいし、地球にとってもいい、こんな生き方他にないんじゃないかって思って、どんどんみんなに広めていきたいなというふうに思いました。そこで数年前はまだそこまで日本語でヴィーガニズムについて発信しているチャンネルがなかったので、日本語で始めてみようと思ってこの YouTube チャンネルを2018年に始めました。インスタグラムの方でも結構頻繁にヴィーガニズムとか気候危機とかについて発信しているので、ぜひそっちも見てみてください。そして私もヴィーガンになってしばらくは、これは自分個人の選択だから別に自分から発信していく必要はそんなにないのかなと思っていたんですけれども、いろいろ勉強していくうちに、ヴィーガンとして生きるということは実は社会正義運動の一員として生きているということなんだということに気づきました。社会正義運動とは、社会の何かしらの不正義に対して反対をする運動のことを言います。歴史的に見てみれば、例えば女性が選挙に参加できなかったことに対する運動とか、奴隷制度に対する運動とか、今でも人種差別に対する運動行われていますよね。そのようにヴィーガンとして生きるということは、動物への不正義に対して
反対して生きているということになります。今世界中でまさに動物不正義への運動が行われていて、ヴィーガンとして生きているってことはその大きなムーブメントの一員になっているということなんです。そこに自分で気づいた時にもうどんどん発信していこう、このムーブメントを大きくしていって、いつの日か全ての動物が暴力から解放される日が来るようにしていきたいなというふうに思うようになりました。なのでもし今ヴィーガンになったばっかりで孤独に感じていたり、周りに理解されなくて辛いなと思っている方がいらっしゃったら、世界中で起きているこの大きなムーブメントの自分は一員なんだっていうことを思い出していただけると嬉しいなと思います。だから世界中のヴィーガンたちが一つのチームとなってこのムーブメントを大きくして動物たちのために活動していければいいなと思っています。ぜひ皆さんももうヴィーガンになっている方はヴィーガンになったきっかけとか理由についてコメントで教えてください。他にもヴィーガンになってから難しいなとか困ってるっていうことがあれば教えてください。そしてヴィーガニズムに興味があるけどまだヴィーガンになれてないっていう方は何がそれをストップしているのかコメントで教えていただけると嬉しいです。これからもヴィーガニズムとかエシカルライフスタイルについて発信していきますので、もしよかったら登録してみてください。